GQ ジャパンをご覧の皆様、こんにちは。Aウィッチです。今回は私の人生において大切な曲たちを紹介したいと思います。GQ Playlist of My Life。それでは、Let's go on this journey with me。最初の曲は Speed Body and Soul。小学校の頃からずっとアクターズスクールに憧れてて、スピードが出てきた時に本当に同世代で沖縄からこの子たちが出ていきますみたいなのをまずなんか沖縄のローカル番組でバーンって発表したと思うんですけど、なんじゃこりゃみたいな、めちゃくちゃかっこいいって思って、そっからずっとスピードのアルバムを聴いてましたね。みんなの前で歌うっていうのは小学校の時ずっとやってましたね。なんか出し物みたいなのがある時は絶対出て歌ってました。一人でスピード歌ったり、完コピはしてない。ちょっとフリーに自由に動いてたんです。今のステージと同じです。女の子とかにめっちゃ人気だった。その小学校高学年の女の子たちからキャーキャーされてました続いての曲はコッコで強く儚い者たち。ある日いとこのお姉ちゃんの影響で聴いちゃったこの曲、ほんと歌詞が幼いながらに抱えてた不安とか人間の中にある暗さとか、そういうのを素直に吐き出してる感じがして、それもめちゃくちゃ衝撃を受けて、それが美しいことでもあるっていうのに気づいて、キラキラしたパフォーマンスと醜い部分もさらけ出すっていう音楽の中での二軸みたいなのが自分の中で生まれた気がします。その子供の時に聞いて今でもトラウマになっているのがあなたの姫様は誰かと腰を振ってるわっていうフレーズなんですけど、で人は強いものよ、とても強いものよっていうところ、歌の中で主人公が頑張って何かを成し遂げようとしている時に失うものもあるっていうのを覚悟できてるみたいなっていうことを多分伝えたいフレーズだったと思うんですけど、そういう人間の醜さとか儚さみたいなのが、そこにめちゃくちゃ詰め込まれてて、私の小さい幼い精神では本当に抱えきれないぐらいの衝撃だったんです。それは友達はそのフレーズを聞いてこれダンスの話じゃないのって言われて、ちげえよって言ってその子に私はトラウマを与えてしまったかもしれない続いての曲は Tupac Ambitions as a Writer。 中学校の時なんですけど、ラップっていう存在はだんだん日本でもメインストリームになってきてて、かっこいいなって思ってて、ラップって何なんだろうってちょっと調べ始めた時に、アメリカが本場のヒップホップの聖地みたいなことを調べていたので、アメリカのヒップホップを聞いてみたいなってずっと思ってる時に、いとこのお姉ちゃんが CD レンタルショップに連れてってくれるってなって、アメリカのヒップホップセクションに行って目をつぶって絶対に弾いたものを借りようって決めた時に弾いたのが2パックの All Eyes on Me っていう、今では本当にもうレジェンド的な CD なんですけど、トラック1をかけた時にI won't deny it, I'm a straight rider. Dum 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 de 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 de. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. なんじゃこりゃ、かっこよすぎるって思って、これにのめり込みたいって思いました。でそこからやっぱり2パックの曲を繰り返し聞いたり、彼のインタビューを読み漁ったり、歌詞を自分で書き出してドリルみたいにして覚えていくみたいな。So many battlefield scars while driving a plush cars. This life as a rap star is nothing without guard. Must maintain the composure at ease. Though life is complicated, it's only what you make it to be. ボイヤ。マジで四六時中こればっかりやってましたね。でみんなに見せて、みんなマジへえみたいな。アメリカっていう存在が私たちの暮らしの近くにあったから、
だから小4の時からその基地の中に入って英会話しながら遊んで、すげえみたいな、なんかいい匂いするとかピザでっかとかずっと思ってたんで、ましてやそういう2パックみたいな存在と出会って、彼のことを知れば知るほどやっぱりなんかアメリカっていう場所に何かの答えがあるっていうふうには漠然と思ってましたね。続いての曲は Björk ユニゾン。アメリカ渡った後にいろいろあって、それで娘の父親でもある、当時の私の旦那さんでもある人をある事件で失ってしまった時、その後に沖縄に帰ってきた時に本当に何もやる気が起きなくて、だらだら寝込んでたり泣いたり落ち込んでた時期があって、もちろんそういう大切な人を失ったこともそうだし、なんかそれにまつわるいろんなドラマがその当時はあって、なんでこういうことばっかり私に起こるんだろうとか、この世に見放されているんじゃないかとか、生きている価値なんてないんじゃないかとか、誰にも愛される価値なんてないんじゃないかって思ってる時に、アメリカで仲良くしてたなんかちょっとお姉ちゃん的な存在の人がいて、その人がパッて送ってくれた曲だったと思うんですけど、その曲に出会って以降ずっとこれを聴いてて、めっちゃ切り離された私の存在をまたなんかこの世の人たちとか物事とかとつないでくれるような感覚がして、少しずつ優しい気持ちになれたり、少しずつ明るい気持ちになれたりできたっていうきっかけの曲です。 We shouldn't fight, let's unite tonight っていう部分があるんですけど、もともと全ては一つなんだから全部バラバラになるのはやめようよっていうメッセージとして私は捉えていて、その部分を聞くとやっぱなんだろう、メロディーともやっぱなんか相まってめちゃくちゃ感情が高ぶるっていうか、ほんとちょっとずつ上げてきてくれたって感じがしますね。続いての曲は A-Witch Crime featuring KZM。 落ち込んでた間もなんとなく歌詞とかポエムみたいなのをずっと書いてて、それをたまに拾ったビートとかに乗せたりして歌ってみるとか、そういうことをまだやってたんですけど、そんなある日東京に行く機会があって、そこでカズマと出会ったんですけど、そのカズマの友達の家でみんなでなんか寝ないでパーティーしてるみたいな会に行ったんですよ。妻がリーダーみたいな感じで、その会のなんか仕切ってるやつだから、いろいろわちゃわちゃしながら、で私のところに来てくれて「いやとりあえずなんか曲とかあるっすか?」って言われて「いやあります」みたいな。で聞かしたら「みたいな「これ?」みたいな「すごすぎる」ってなって、めっちゃいいってなってくれて、ちょっとチャキさんに連絡するわってなって、その次の日か次の次の日ぐらいにスタジオ入って、でカズマがセカンドバースつけてくれて完成しました。この曲で私はイエンタウンと出会って、初めて、カズマとチャキさんと一緒に何かを作り上げるっていうことになった作品でした。続いての曲は A-Witch Remember featuring Young Juju。 クライムで復活した私のミュージックライフというか音楽のキャリアの中で一発目のブレイクというか、クラブチューンみたいになって、いろんなところでライブしてもみんなで歌ってくれるような状態になっていったっていう。最初ジュジュの曲として作ってたんですよ、チャキさんが。サビでどうしようか迷ってるって言われて、なんか思いつくことあるって言われて、ちょっと書いてみますって言って出てきたのが Do you remember
I've always been by your side Do you remember? というところだったんですけど、チョキさんが I've always been by your side のところを頭に持ってきてくれて、ケイジに聞かせたらめっちゃいいですね。これもしよかったらその AH がセカンドバースも入れて彼女の曲にするのどうですかって言ってくれて、マジっすかみたいな。もともと私このビート聞いた時にもうめちゃくちゃいいと思ってたんですよ。自分もいろんなことを経験して成長した後になんかできた曲だったんで、いろんなアップダウンとか闇とかも抜けてちょっと清々しい気持ちでできた曲だったんで大好きみたいな、一生聴いていたいっていう気持ちになりました。出来上がった時にこの曲のリリースと同時に、イエンタウンに入るっていうことになって、イエンジャミンっていうイエンタウンがやってるイベント、みんなが集まるイベントみたいなのに呼ばれて、仲間たちもできて、それを応援してくれる人たちもいて、めっちゃあったかい気持ちになったし、その時のイベントはめっちゃ印象に残ってますね。一番最初にこのリメンバーをライブでやるってなった時に全員が大合唱になって、今までになかった経験だったんで、みんなが私が書いた歌詞を歌ってくれるとか、自分の声を聞いてくれてるとか、それに合わせて踊ってくれてるとか。それに加えてやっぱライブとかに行くと、話しに来てくれるみたいな。もう涙を流してこの曲でこういう出来事を乗り越えられましたとか、私も大切な人を失ったんですけど栄一さんみたいに強く生きますみたいなのこととか言ってくれることを経験して、このために生きててよかったなってめっちゃ思いますね。続いての曲は A-Witch Queendom。 本当にこれまでの私の人生をまとめたような曲で、この曲は本当に生みの苦しみというか、生まれるまでにいろんなドラマがあってやっと形になってくれた曲なんですけども、クイーンダムっていうアルバムが出たじゃないですか。その前にあるアルバムが一回もう完成してて、そのアルバムを出そうとしてる時にワットープのワイザーと話す機会があって、ワイザーが「栄一さんってどうなろうとしてるんですか?」みたいなことを聞いてくれて、みたいな。私もハッとして、栄一さんみたいな人が引っ張っていってくれないと誰がやるんですかみたいな感じの会話をする機会があって、でその延長線上でそのアルバムとかも聴いてもらったら、いやもっといけますみたいな、それこそギラギラで私が言ってることなんですけど、もっといけますみたいな、もっといけますって言って一回そのアルバムをばらして、そこ何が足りなかったかって言ったら、やっぱ覚悟とか、自分が引っ張っていく存在だって言い切る腹のくくり方だったりっていうのは足りなかったっていうのも気づいて、そっから覚悟を決めたっていうアルバムを出そうっていうことになって、そうなるとそれまでのやっぱその覚悟に至るまでの私の旅路みたいなものをまとめた一曲がないとダメだねってなって、それで作ろうってなったのがこの曲です。だいたい1回目に曲をライブでやる時って一番緊張するんですよ。でこの曲に関しては一発目が1曲目の
武道館のステージだったので、めっちゃ緊張しましたね。もう死ぬほど緊張したですね。娘は私が売れてから生まれてきたやつじゃないんで私が売れる前から一緒に苦しみを共有して、一緒に乗り越えて、一緒にこの舞台に立った戦友でもあるので、一緒にこの舞台に立てるっていうことは本当に彼女にとっても、インスピレーションになったと思うし、私も彼女を産んだ時子供だったし、今でもまだまだなんかこう何を教えてあげられるんだろうって自分でも思う時があるんですけど、一生懸命自分のことをやること、その背中を見せてあげること、それで彼女が思うことをやればいいと私は思ってるから、なんか武道館の成功はその今までの私たちの思い出の中でも成功例というか、一つの成功体験として私と娘の心の中にずっと残っていくと思います。以上が私の人生のプレイリストです。皆さんいかがだったでしょうか。今回私も曲とともに自分の人生を振り返れて、思い出が走馬灯のように頭の中でぐるぐる回っていました。でもいい機会だったと思うので、これをまたインスピレーションとして新たないい曲を作れたらいいなと思います。GQ Playlist of My Life 江口でした。ありがとう。